安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。今回は千葉県市川市を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療・育児の6項目で他の市と比較しています。ということで、市川市へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで市川市を紹介していきます。第1に数値で見る他の市と比べた市川市の良い点・悪い点。第2に数値では分かりにくい市川市の良い点。第3に数値では分かりにくい、引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があればそこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは他の市と比べた市川市の良い点・悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。市川市内は JR 総武線、JR 武蔵野線、都営新宿線、東京メトロ東西線、京成本線、JR 京葉線と多くの鉄道が走っています。都心へ出るルートとしては JR 総武線の市川駅から秋葉原駅までが20分となっています。山手線駅に限定しなければ東西線の南豪徳駅から日本橋駅まで約22分、都営新宿線の元八幡駅から馬喰横山駅までが約27分ほどとなっており、都心に出やすいエリアと言えるでしょう。さて、市川市の人口ですが約49万人となっています。また2045年までの将来人口は現在から約 5% 減少する予測となっています。日本全体で人口が減少する中、この 5% という数字は優秀と言えるでしょう。治安に関しては他の市に比べると並といった印象です。というのも令和3年の犯罪認知件数が2558件あり、これは市川市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと 5.21 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り治安は並といった評価となりました。物件相場は賃貸でワンルームが約 6.7 万円、2LDK だと約 11.5 万円、分譲マンションは新築で約4700万円、戸建ては約4400万円ほどなようです。これら金額は他の東京23区外の市と比べると高い印象です。1000人あたりの病院等医療施設の数は 0.6 となっており、こちらは他の市と比べると低い水準となっています。育児関係ですが、2021年は待機児童が0人だったようです。また認可保育施設は195あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は 46% となり、こちらの数値は平均を若干下回る結果となりました。都心へのアクセスから順に6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと都心へのアクセスが良く、待機児童ゼロという点において育児の項目で高評価となりました。反面、そのアクセス力からか物件相場は比較的高めで、1000人あたりの医療施設数もあまり良くない印象となりました。さて、ここまでは数値で比較しやすい市川市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい市川市の魅力を紹介したいと思います。今回紹介する内容は2点となります。1つ目は豊富な鉄道網、そして2つ目は行政の取り組みとなります。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず1点目の鉄道網についてですが、先ほども紹介した通り、市川市内には JR 総武線、JR 武蔵野線、都営新宿線、東京メトロ東西線、京成本線、JR 京葉線と6本の鉄道が走っています。そのため千葉市内へのルートや埼玉方面、成田空港などあらゆる方向に出やすいです。またそれだけではなく、山手線駅に限定しなければ先ほども紹介した通り、都営新宿線や東西線が走っているため、複数ルートで市川市内から都心へ行き来ができます。例えば総武線が止まってしまったとしても、都営新宿線が動いていれば市川駅よりも1本奥の元八幡駅まで出られます。東西線沿線に住んでいるとして、その東西線が止まってしまったとしても、都営新宿線の水江駅からであれば
東西線豪徳駅までタクシーで1900円程度で行けるようです。また市川駅の目と鼻の先に京成本線の市川真間駅もあるため、どこかの線が止まったとしても迂回ルートが複数ある状態となります。この都心との交通網は市川市の大きな魅力と言えるでしょう。そして2点目の行政の取り組みについてですが、市川市はシンプルかつとてもユニークな取り組みを行っています。それがこの YouTube を活用した新生町状況のライブ放送です。市役所市内に提示されている新生町の案内情報をそのまま YouTube にライブ配信しているだけなのですが、これがあるだけで今行っても待ちそうだから後にしようや逆に空いているから今すぐ行こうと思いますよね。市川市は約50万人都市だけあって、例えば引っ越しの転入・転出届など時期によってはとても待たされると思います。それが YouTube のライブ配信を見るだけで待ち時間を回避できるのですから、とても便利だと思います。やっていることは至ってシンプル。この取り組みはぜひ他の市も取り入れてもらいたいです。それでは次に市川市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。今回は市川市のハザードマップを紹介します。市川市は江戸川が接しています。そのため江戸川が氾濫した場合、5メートルほど浸水すると予測されるエリアがあります。また江戸川氾濫時には浸水被害が想定されていない場所でも真間川が氾濫した場合は浸水すると予測される場所があります。川の氾濫被害以外にも海に面しているため台風など高潮にも注意が必要です。伊勢湾台風クラスの巨大台風が来た場合、ベイエリアは3メートルほど浸水すると想定されています。川や海は市川市の魅力でもありますが、このような災害も起こり得ること認識しておいた方が良いでしょう。市川市について総括します。市川市は JR 総武線を利用することで秋葉原駅まで20分で着く立地にあります。それ以外にも6つの路線が走っており、その多くが都心方向にも伸びていることから、とても強力なアクセス力を有している市と言えるでしょう。またそれだけではなく、待機児童ゼロや市役所の新生待ち状況を YouTube でライブ配信するなど、市政にも魅力を感じました。反面、交通の便が良いからか物件相場は高めで、1000人あたりの病院数も少ない印象でした。そして忘れてはいけない点として、引っ越しを検討される際はハザードマップを事前に確認されることをお勧めします。さて今回市川市を訪れたり、市内のウェブサイトやその他にもいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが私自身市川市には住んだことはありません。ということで、もし市川市在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから市川市に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。